余談なんですけれど、このタコメーター、これね、電気式。で、YSR50 にはタコメーターがついてないわけです。で、やっぱりつけたい人ってね、結構いるんじゃないかなと思うんですけれども、もちろんつける方法はね、いくつかあるんですが、まあ一つはこの80のタコメーターを移植する。ね。だけど、結構ね、80のタコメーター、メーターはね、出回ってるんだけど、タコメーターケーブルとか、一番クランクの中にあるタコメーターギア、まあ、こう、タコメーターケーブルはね、ずっとここに繋がっていくわけなんだけど、そのね、タコメーターギアはなかなか出回ってないし、もちろん純正はもう出ません。だから、まあ、移植もね、すれば簡単なんですが、ちょっと割高感がある。そんな感じがします。で、まあ、私はこのように、電気式、これをつけました。で、電気式のタコメーターって、回転数、パルス信号をね、拾わなきゃいけないんですよね。で、そのパルス信号、普通は、こう、CDI、この CDI から、イグニッションコイル、イグニッションコイルにつながっている、まあ、ヤマハだとオレンジ色の、コードになるのかな。まあ、そこにこのパルスの、コードを結束すれば、まあ、それで、回転数は、取ることは、パルスは取ることができるんです。が、この YSR、これダメです。そこにつないでも、パルス取りません。マイナス仕様になってるっていう話だったかな。で、じゃあどうするかっていうと、まあ一般的にはこのプラグコードですよね。プラグコードにこう巻きつけてって。まあ確かにね、それはね、取れるんだけど、もう不正確。低回転だと割とね、こう、落ち着いてるんだけど、6000、7000回転以上になるともう、針がこう、暴れまくり。もう見ててね、イライラするぐらいの、まあそんな感じなんですよね、大体。うまく調整できないと。で、結論から言うと、この YSR50 の場合は、このクランクケースからこう、束ねたコードが出てるじゃないですか。メインハーネスに行っていたり、CDI に行っていたり、レギュレーターに行っていたりっていうコードですね。その何本かあるコードの中の白色のコード。ここに結束すればパルス信号は取れます。うん。割とね、どっから取ったらいいのって困ってる人がいますが、僕はこの電気式ってね、結構好きなんです。レスポンスいいですしね。YSR の250がね、タコメーター、ケーブルが切れて、なかなかそれが入手できなくって、で、やっと入手したと思ったら今度はこの針が折れて、で、しかもね、その針って、YSR の、SRX のタコメーターってカシメで止めてあるから分解できないんですよ。まあそんなこともあって、もうめんどくさいから、もうじゃあ電気式だって変えてあるんです。まあまあ、YSR50 のオーナーの皆さん、タコメーターつきます。ただし、12V にしないと動きません。まあ、いろいろね、やることはあるのかなと思います。これがね、その SRX250 のタコメーターなんですが、折れちゃってますよね。でしかもこれ直そうかなと思っても、これね、かしめてあって、なかなかね、外れないんですよね。だからまあ、諦めました。はい。で、電気式に、変えたんです。まあそんなね、苦労もあって、YSR の場合は、最初から電気式。これを使いました。あとですね、この21。これはね、クリア吹いた上から貼ってあるので、気に入らなければ、まあヒートガンかなんかで温めたら取れると思います。で、こっち、右と左貼り方変えてあるのは、こっちの方がかっこいいなと思って変えました。で、どうせね、左右同時に見ることないので、はい。だけど、このヤマハのシール、これは剥がせませんよ。貼った後からクリアを吹いてるので、これは剥がせません。こっちは剥がせます。あとですね、
ここのギアオイル。ギアオイル、当然これエンジンばらして組んだので、新しいのが入ってるんですけど、なんでもない普通の安物です。どうせね、私エンジン組んで、オイルはもう50キロ、最初50キロぐらいで交換。次100キロぐらいで交換。で、その次300キロぐらいで交換かな。まあ、とにかく、早め早めに最初はもう変えちゃうんですよ。まあ、で、ある程度落ち着いてから、ヤマハのちょっといいやつを、入れるようにしてます。で、それね、なんでかっていうと、この R1Z で、それね、学びました。R1Z エンジン最初自分で組んで、でもいいオイル入れようって、ギアオイル使ってたんですけど、やっぱりね、素人がやるもんですぐにトラブルが出ちゃって、結局またバラすんですよね。で、入れたばっかのオイル出すでしょ。で、もったいないからね、もう一回使おうかななんて最初は思ったんですが、もうその出てきたオイル見てびっくり。もうね、キラ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 ーってね、こう金属の粉というか、やはりバリっていうやつなんでしょうね。あれがね、大量に出てくるんですよね。まあまあピストンリングもちゃんと削ったんですけど、シリンダーはね、自己流でホーリングをしてっていうのがダメだったんですかね。とてもじゃないけど、こんなの使えないじゃんと。そうなるわけです。で、仕方がないので、もう一回入れる。で、乗る。そうすると次のトラブルが今度すぐ起こる。で、またこうエンジンばらして、またそのオイルが使えなくなるって。何やってんだっていうことでね。まあ、それで、とにかく最初のうちは、もうこまめに変える。もうこまめに変える。だから安いのでもいいから、とにかくこまめに変える。もうこれがね、私流の、メンテナンスってなってます。で、ある程度こう100キロ、200キロ走ってもトラブルが出ずに、調子がいいようだと、そこそこいいやつに入れ替えて、それでは300キロから500キロぐらいかな。走ってまた変えてっていう。まあ、そんな感じでオイル交換はやってます。でまだこの YSR は、この間からのバイクですので、なんでもない安いのも入れてあって、まあ、それをこまめに変えていこうと。まだ1回しか変えてないですけどね。もう、今2回目なので、あと50キロぐらい走ったら変えようかなと思ってますけど。